人生の中でなぜこんなに問題が続くんだろう。なぜ休む間もなく困難が訪れるんだろう。そう感じることはありませんか？人生はあなたを苦しめるためにあるのではなく、あなたを目覚めさせるために起きていることについて、エックハルト・トールさんのお話をご紹介します。存在すること。これは私たちの最も根本的なことです。思考が静まったとき、自分が存在しているという感覚をはっきりと感じることができます。それこそが気づきなのです。自分を一人の個人や肩書き、役割で捉えるのではなく、その奥にある意識そのものとして感じる。それがあなたの本当の姿です。本質的にあなたは意識そのものです。そしてその意識はあなた個人のものではありません。あなたは一つの普遍的な意識の現れに過ぎません。なぜならたった一つの意識が無数の形となって一瞬一瞬を生きているからです。私たちは皆同じ海から生まれた波のような存在です。海の表面にできるさざ波を思い浮かべてください。その一つ一つの波が私たち人間のようなものです。波は一瞬で生まれ、そして消えていきます。人間の人生もそれと同じ。ほんの一瞬の輝きなのです。しかしその波を生み出している海そのもの、それが意識です。その本質はどの波にも共通しています。旧約聖書に静まって私が神であることを知れという言葉があります。この静まるとは思考が止まり、意識が静寂そのものになる状態のこと。つまり存在と静寂は同じものを指しています。そして知るとは思考で理解することではなく、その静寂の中で直接感じ取ることなのです。私はある。それこそが神と同じ本質を表しています。私はあまり神という言葉を使いません。なぜなら神とは言葉で表現できないほど超越した存在だからです。けれど例えるなら太陽がそれに近いでしょう。太陽は何百万年もただ光と熱を与え続けています。もし太陽がなければ生命は存在できません。私たちの体の熱も太陽から来ています。太陽のように神もまた与え続ける存在なのです。神はどこか遠くにいるのではありません。時間や空間を超え、この瞬間にもここにあるのです。太陽の光が大地に降り注ぐように、神から放たれるものがこの次元を作り、生命を生み出しています。その放射そのものが意識なのです。はじめのうち意識はほとんど眠っているかのように固く閉じた状態で現れました。例えば鉱物のように。そこから少しずつ
植物、動物、人間へと進化し、意識の流れがより豊かに、より目覚めていくのです。すべての命は同じ源から放たれた光のようなもの。その本質は言葉で語ることはできません。しかし太陽の光線が太陽そのものとつながっているように、私たち意識もまたその源と深く結ばれています。あなたが自分が存在していると感じる瞬間、それはその意識と直に触れ合っているということです。さざ波はただの波ではありません。さざ波そのものが海なのです。そのことに気づいたとき、波はもう恐れを感じません。なぜなら自分が広大で永遠なる海そのものとつながっていることをはっきりと思い出すからです。ただ私たちは頭の中の思考にとらわれすぎるあまり、本当に何をしているのか気づかなくなってしまうことがあります。例えば森林を伐採する人たちにとって自分たちが何をしているのか全く分かっていません。自分の心の表面だけにとらわれてしまっていて、ただの実用的なことに過ぎないのです。これは私たちが概念的な心からなかなか抜け出せない場合に起こりうる事例の一つです。その結果私たちの人生はもはや深みを失い、味気ないものになってしまうのです。概念的な心から抜け出すこと、これがスピリチュアルな目覚めです。目覚めていない普通の意識状態とされているもの、その状態で一生過ごすことがどれほど恐ろしい運命であるか。私たちがこの地球にいる理由、そしてなぜこれほど極端な危機的状況に至ったのかというと、私たちが何千年もの間、目覚めていない意識状態であることが原因なのです。それがますます混乱と破壊を今もなお生み出し続けているのです。それは自然を破壊し、人間同士も破壊し合っています。私たちが外側で行うことは、常に支配的な集合的意識状態の反映なのです。20世紀の歴史を見れば、人間が互いに何をしてきたのかがわかります。20世紀は狂気が最も極端な形で現れた時代であり、人間同士が殺し合ったのです。何百万人もの人々がです。結局のところ、全体が何のためだったのか、もう誰にもわからなくなってしまうのです。だからこそ、私たちには精神的な目覚めが必要なのです。それは、この地球や人類が生き残るためには、絶対に必要不可欠なことなのです。頭の中で絶え間なく流れる思考と完全に同一化している状態から、意識的に、そして完全に目覚めることが必要不可欠なのです。では、どのようにそれを実現するのでしょう。まずシンプルな第一歩です。それは、頭の中に絶え間ない思考の流れがあることに気づくのです。これが目覚めの第一歩です。考えてはいけないと言っているのではありません。
最初のステップは、自分の中で話し続けている声があることに気づくことです。今までその声とあまりにも同一化していたため、それが自分自身だと思い込んでいたのでしょう。あなたは自分自身と会話していたのです。時には人は私として自分自身に話しかけます。また時にはあなたとして自分自身に話しかけることもあります。あなたはあれをやるべきだったという小さな声が聞こえてきます。なぜあれをやらなかったの？その声は別の声に話しかけていて、そしておそらく返事が返ってきます。だってどうしようもなかったんだよ。いや、でもやるべきだったよ。時にはその声がいくつもの声に分かれていき、お互いに話し合う、おかしくなっていきます。そして時にはその声がいくつもの流れを持ち、特定の状況で現れる。心理学者の中には、そうした声をサブパーソナリティと呼ぶことがあります。ある状況になると、突然泣き言を言う小さな女の子が現れることがあるのです。そして突然、頭の中に泣き言を言う声が現れて、不満を言い始めます。人生がどれだけ自分に不公平かということについて、それはサブパーソナリティが話しているのです。そしてそれが収まると、また別のことが起こり、今度は別の声が突然現れて、非常に攻撃的になります。様々な声がある中で、あなたは頭の中の一つの声なのです。このように頭の中には様々な声が存在していますが、それに気づくことが真の目覚めの始まりです。あなたはその声そのものではなく、その声を聞いている意識なのです。そこに気づいた瞬間、あなたの内側に静けさが生まれます。その静けさこそが意識の目覚めなのです。This